困難なことに向き合っていくことで少しずつでも見えてくるものが必ずあるはずだと信じています。はい、皆様こんにちは。法華経の話第24回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら仏教に関することなどをお話ししています。なるべく簡単にお話しすることを心がけています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので、少しずつ聞いていただいて、仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思います。では、今回のお話です。今回から法華経について話をしていきます。ようやく法華経の話ですかと突っ込まれそうですが、ようやく法華経の話に入っていきます。ただ、ようやくと言っておきながら、今回も法華経の概論、全体の概要をお話しすることになります。またですかと思われるかもしれませんが、ここを少し理解しておいていただくと、後の話の理解が進むと思いますので、辛抱して聞いていただければと思います。まず、法華経は正式名称を妙法蓮華経と言います。妙法蓮華経ですね。法華経は六訳三尊といって3つの翻訳が残されているとされていますが、こちらの話は第2回のところで詳しく話をしていますので、そちらをご覧ください。法華経は28本28章あります。無量義経が3章で構成されていましたから、とても重厚な経典であることがお分かりいただけると思います。28章せっかく28章せっかくですので、書いていきたいと思います。序本第1、方便本第2、比喩本第3、真下本第4、薬草喩本第5、寿記本第6、化粧喩本第7、五百弟子寿記本第8、儒学無学人記本第9、発子本第10、見法等本第11、大場だった本第12、漢字本第13、安楽行本第14、十地遊十本第15、如来寿量本第16、分別功読本第17、随記功読本第18、法師功読本第19、上布教菩薩本第20、如来人力本第21、俗類本第22、薬王菩薩本寺本第23、妙音菩薩本第24、完全音菩薩不問本第25、だらに本第26、妙正権能本寺本第27、普賢菩薩観仏本第28となります。この28章で妙法蓮華経は構成されるわけです。ですので、この法華経のことを一部八巻28本と言ったりもします。一部というのは全部でという意味の一部ですね。一部が全部で8巻、8つの巻物に収まっていると。28章ですね。28章がそれぞれ8つの巻物に収まっておりますので、一部8巻28本とこういった言い方をしたりもします。それでこれだけ長い章分けになっていますので、読んでいるうちにどこを読んでいるかわからなくなるということがあります。そこで花壇というものがあります。これは第3回あたりでも話しておりますが、もう一度ここで説明をしたいと思います。花壇というのはお経などを理解したり説明したりしていくときに内容と読んでいる位置がわかるように目印になってくれるものです。目次を細かくしたようなものと思っていただければいいと思います。
で、この花壇が非常に複雑なので、別にパソコンを使って作りました。見えますでしょうか？かなり細かいですよね。さっき28章書いたのに、これ最初から見せればいいじゃないかって思われるかもしれませんけど、書いてみたかったということもありますので、ご了承いただければと思います。で、見にくいかもしれませんが、よろしければ YouTube の概要欄、今回のタイトルの下のところに、今見せているこの花壇をプリントできるようにリンクを貼っています。そちらをクリックしていただいて、リンク先を印刷してもらえると見やすいと思います。もうこの花壇を作るだけで、今回の準備、もう力尽きそうになりまして、なんとか作ることができました。別にどのような利用の仕方をしていただいても結構でございますので、使っていただければ幸いです。ここからはこれを見ながら説明をしていきますが、法華経は基本的に前半と後半に分かれます。前半14本を釈門、後半14本を本門と言います。釈というのは仮にとか後とかそういう意味を持っていまして、今この場合は本門の補足というような立場を取るというそういう意味になります。対して本門は仮のものに対しての真実のもの、最も重要なところ、そういうような意味があります。これもいろいろ解釈があって、釈門も大事なんだという方もおられるようですね。また、法華経という経文、お経に書かれてあるもの、そのものを経宗、それに対してお経の内容を深く探ることによって示されること、これを勧進と言ったりもしますが、この勧進をさらに本門とするんだと。経宗の方を釈門とするんだという考え方ですね。この図で言うと、前半14本を釈門、後半14本を本門とするわけですが、このお経文全体を釈門として、このお経の内容に深く深く入っていった勧進を本門とする。そういうような考え方をする立場もあります。ただ、今回の法華経の話では、とりあえず法華経にどのようなことが書かれているのか、そういったことを話していきたいと思いますので、まずは前半14本を釈門、後半14本を本門という分け方で分け方になっていると覚えておいていただければ良いと思います。ただし、内容的には14本ずつには分かれないんです。だいたいこの発始本第10のあたりから、この前後あたりから内容的な分岐点があると言ってもいいと思うんですね。それも実際に内容に入っていく中で話をしていこうと思います。そして、釈門も3つの段階に分かれます。それが、序文、小宗文、流通文ですね。序文ははじめに、今回話すような概要を示す部分を序文と言います。それから、小宗文。小宗文というのは、そのお経の伝えたいところ、一番の肝心なところです。それから、流通文ですね。流通文は、小宗文をどのように広めていくか、どのように伝えていくかということが書かれてある部分です。お経は自分だけで受け止めるだけでは意味をなしませんから、流通文というのはそういった意味でも非常に大事な部分になります。そこでこの図の中で序文、小宗文、流通文を見ていくと、序文のところは序本第一、そして小宗文は略解散検閲と後解散検閲に分かれまして、ここの法弁本第2から儒学無学臨機本第9までになります。そして流通文は発始本の第10から安楽行本の第14までが流通文となるということになります。こういう形で説明していくとキリがありませんので、ここら辺からはそれぞれのお経に入っていくときに説明をしていこうと思います。それからもう一つ法華経を見ていく上で覚えておくと良い分け方がございまして、
前半14本を